コンサルってみんな 2,3 年で辞めるじゃん。その後みんなどこ行くか知ってる？みんなエリートキャリアまっしぐらなんじゃない？と思うじゃん。全然違う。みんなこのデータ見たことないでしょ。世の中のどこにもないんですよ。なんで今回ベイン東京の俺の同期22人と BCG シカゴ俺の同期49人が今どこで何をしてるのか調べてみた。これがね、想像と全然違ったんで、これ出していいのかな？まあ一緒全部パブリックインフォメーションだし。じゃあ早速話していきますか。行きましょいや今回調べてさ、まず最初にめっちゃおもろいなと思ったのが、東京オフィス22人の卒業のエグジット先の中で一番多いのがファウンダースラッシュ CEO だったのよ。う。マジで？だから 27% ほぼ3分の1だそれ。そうがファウンダーか CEO になってて、確かにこれ同期22人だけでもそうだし、この前ベインのアラブナ一会に行ったんで、その卒業生が30年前の卒業生から、去年の卒業生全員がバッて集まる会なんだけど、そこでもやっぱりファウンダー多かったし、そのもうちょっと大きい会社の社長みたいなパターンもあったけど、やっぱ経営層に入ってるっていうのが多くて、これはそのティピカルなんだけど、最近は特にその早めに自分が経営層に入りたいってことで自分で会社始めちゃうっていうアンビシャスな人は結構多い。P とか他の会社じゃないんだ。やっぱ自分でやりたいっていう人が結構多くて、たださらに深掘るとめっちゃ面白い話があって、6人今 CEO スラッシュファウンダーなんだけど、それ4人は1回別の道取ってんの。1回転職して、その次の今6年後のスナップショットで見るとファウンダー CEO なんだけど、だから俺とかだとその他のスタートアップに行って、CSO で自分で起業したとか。なるほど。もうちょっとなんか経験を蓄積していくみたいな。そう VC 行ってやったとか、そういう人が6分の4、同じファウンダーなんだけど、リスクカルキュレートって言ったのか分かんないけどさすがコンサルだからリスクヘッジング用心深い、ね、そうBCG シカゴだといつも視聴ありがとうございます。みんなが見てくれてることがマジで俺らがこれを続ける源泉になってます。みんなの期待をちょっとでも超えていける動画をこれからも出していきますので、もっとこういう動画を見たいなと思ってくれてる人は登録を今のうちにしてもらえるとめっちゃ喜びます。お願いします。BCG シカゴだと俺の同期の中でファウンダーの割合はトップ3のエグジットパスではない、ほとんどが、その中間ステップなしでもう直起業したっていう感じで、でもちょっと日本と違うのはそのチーフオフスタッフとしてスタートアップで働いてる人が多くて、そのチーフオフスタッフが何かというと、英語で言うと Jack of all trades っていうのがあって、何でも問題解決士みたいな役割で、コンサルに最適化したスタートアップのロールなんだよね。これコンサル側としてはあんまなんか下っ端としては入りたくないから、でも C スイートをなんかチーフストラテジーオフィサーみたいなそういうタイトルを上げるのはなんかアメリカの VC 的な観点からしたらそれおかしいので、だからチーフなんちゃらみたいなタイトルを上げて、その会社の一番大事な問題をファウンダーの右腕として問題解決するっていうロールをみんなやってるのが多いかな。いや俺もチーフオフスタッフのタイトル欲しかった、正直。そうなんだ。いや俺なんかその一回そのチーフストラテジーオフィサーね、アメリカだとなんだこいつっていうタイトルをもらってやってたんだけど、結局やってたことって、シリーズ B で17個の資金調達リードしたりとか、その全体のストラテジーやりとか、そのプロダクトどれ伸ばすみたいな決めるみたいな開発の会議とかもするし、バックオフィスのオペレーション改善とかもしたし、結局なんかやってることチーフオフスタッフ系なのよ。なんだけどそのチーフオフスタッフって日本だとあんまり一般的なポジションじゃないの。やっぱそのスタートアップ側の受け皿として、アメリカだとそのチーフスタッフっていうポジションがあるから、もしかしたら一定量行く人、そういう形で行く人いるのかもしれないけど、日本だとあんまないから結構自分でやっちゃうみたいなパターンが割といる。これあくまでも仮説なんだけどさ、日本でファウンダーが多い理由の中の一つは、金銭的にコンサルのコンペンセーションを割とマッチングできるエグジットオポチュニティがそこまで豊富じゃないから、自分でやった方がよくねみたいなカルキュレーションになると思うんだよね。確かそれこそなんか GAFA とかそのテック US だと同じぐらい払ってくれるけど、日本オフィスだと同じぐらい払ってくれないのよ。全然違うよね。だから本当に同じぐらいの給料を保てるとこってめちゃめちゃ少なくて、これ一発当てたら絶対そっちの方が金持ちだからっていう計算がなされて、で自分のパッションのあることにも事業として取り込めるしってことでやってる人はいる。であとちょっとサイドトークでいくと、 Mac と BCG 分かんないんだけど、ベインだとそのトレンドとしてスタートアップ界隈に行くっていうのがちょっと何年か前からあって、俺の出るちょっと前ぐらいからあって、今でもそのベインスタートアップ会って非公式の会があって、VC 行った人とか自分でファウンディングした人もそうだし、スタートアップのなんかチーフオブなんちゃらみたいに行った人もそうだし、それ
でその他サポーティングロールみたいな人たちもいるんだけど、何ヶ月かに1回こう集まって、それこそスタートアップやってる社長のオフィスどうぞ夜使っていいよっつって開けてくれて、でそこでみんなでこうワイワイガヤガヤ情報交換しながらやったりするし、でそこで上場準備するときにもう経験者の先輩に聞いて、いろいろ中身の話とか、どうやって監査法人選んだのかとか、どういうプロセスだったのか、何気をつけるのかってすごい教えてくれる。いやそれは羨ましいな。なんかベイン東京のコミュニティ力はすごいと思う、俺が BCG シカゴの同期のエグジットを分析して一番びっくりしたのが、残ってる人多いな。49人のうち17人だからさ、ほぼ 40% ぐらいが残ってる。みんな BCG 好きすぎだろ。そういやもちろんBCG シカゴ、北米でも一番カルチャーがいいオフィスってよく言われるわけだから、すごい居心地いいところではあるものの、一方でちょっとこれを実際誰が残ってるのか見てみたら、ちょっと意外な理由があって、半分以上がアメリカ人じゃない、その永住権をひたすら待ってる人たち。ああ、なるほどね。はい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 。BCG から永住権をもらうまでには退社できない人が多かった。ビザ待ち働きか。そう最強のリテンションベクター。抗えない。そうでトランプさんのおかげでもうね、このリテンションがもっと強くなったみたいな。確かにね。グリーンカード出るまでさらに時間長くなっちゃったからね。そうメインは確かにそのね、ビザの問題はないから、残ってるのが22分の3だけ。その人たちはもう入ってからずっとどこにも行かず残ってる人たちで、少なくとも2人は多分もうそのままパートナー行くんだろうなって感じして、もう1人はちょっとまだ分かんないみたいな感じだから、やっぱ全然俺だうちだと 15%？ なんか全然なんか多いな。BCG 愛強いな。強制なのかもしれないけど。あとすごいびっくりしたのが、1回出て戻った人も結構多かった。5人ぐらいいたかな。何会社違うとこ？違う会社に転職してから戻る人もいて、ファンドに行って戻った人もいて、起業してでダメになって戻った人もいて。その人たちやっぱ BCG 好きだってなって帰ってきたと思う？いやなんだろうね。でも多分コンセンサス的に悪くなかったみたいな。そういうこと。こんな居心地いいところないかもねみたいな感じで。あとすごい驚いたのが、コンサルから PE 行くパイプラインが存在するっていうのは知ってたんだけど、2番目に多かったのが PE エグジットで、これが5分の1じゃん。大きいと思って、やっぱアメリカだとメガファンドだけじゃなくてミドルマーケットファンドも採用してるから、あとリージョナルファンドも採用してるんで、思ったより圧倒的に PE が多かったな。はい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 。ベインって割とそのファンド強いみたいな印象あるんだけど、俺の同期 PE としては2なの。だから 10%。ダメかもしれない。神話崩れたりかもしれない。いやでもそれは多分マーケットの違いもあって、やっぱ日本の PE マーケット今成長してるけど、やっぱ採用してる母数が圧倒的にね少ないから、もっと採用したらもっとベインの人がいてるんじゃない？その可能性は確かにあるかもね。興味ある人いっぱいいるからね。あと俺 PE ファンドにいた頃、ベイン出身、ペグ出身が多いという仮説を持ってで入ってみたら、実は少数派でしたけど、もっとよく考えてみたら、ベイン出身1人いて BCG 出身4人いると、それでも BCG ベインの方がアウトパフォーミングしてる説あるなって思って。確かにサイズが BCG の4倍ぐらいあるってもそうだし、ベインのペグが PE リクルーティングが強い説はまだある。まだいけた。まだいけます。まだいけます。ファンドに行った人はベインどうぞ行ってください。ちなみに今回の分析データを全部まとめた PDF を無料で配ってます。動画で話しきれなかった面白いデータも結構入ってるので、気になる人は概要欄のリンクからぜひアクセスしてください。その PE 確か2人で VC2 人なの。1対1ぐらいで金融、そのインベストメントに行ったんだけど、US は VC 行く人いないの？いやいる俺一応 BCG から BC 行きましたけど、圧倒的な少数派で、これはなぜかというと多分スキルセットのミスマッチだと思う。日本で考えるとコンサルって BC の投資役向いてないっていう印象かもしれないけど、実際アメリカのエコシステムから見ると、いい BC は元ファウンダー、元すごい成功したスタートアップのオペレーター、そういう人たちの経験をすごい評価されているので、別にコンサルのパワポ力とかロジカルシンキングとかそこまで評価されてないので、まずVC からその需要がない。なるほどね。根本的に性格の問題もあると思って、VC だとやっぱ10発投資します。でそのうち8割はダメになる前提で投資してるのに、コンサルって、極端にリスクアバースな人で極端にミステイクを嫌う人たちの集団がコンサルティングファームじゃん。それダメだよね。スタートアップの世界だとね。そうだから性格とスキルセットがもっとフィット感がいいエグジットパスは多分 PE か、せめてグロースエクイティぐらいの投資枠
の方が合ってると思うから実際そっちの方にエグジットしてる。これまあ多分日本と US の VC のエコシステムの成熟度の多分差が結構大きいんだと思ってて、そもそもグロースエクイティっていうカテゴリーすらほぼないから日本に関しては。確かにね。昔の成功したファウンダーとかオペレーターとかっていうのがそもそも日本だとやっぱ VC 側に回るほどこのサイクルが何回も回ってないから、そうなるとネクストベストオプションってことで人当たりもいい、ロジカルシンキングがある程度できる、数値とビジネスをしっかりつなげるって物事を考えることができるみたいな形で、コンサル悪くないじゃんってことでやっぱ言ってる人が一定数いるっていうのがまあ多分日本マーケットでの VC が一定数いるっていう背景にあると。ただね、分析してて面白かったのが、東京オフィスは中途と MBA 採用の人たちも分析したから前職何してたかっていうのも見てみたの。これがねまた面白くて、ちょうど新卒 VS ノン新卒が1対1だったの。11人対11人で11人分分析してみたらねすごいバラバラでした。全然だからコンサルに行きたいならこれがいいっていうキャリアパスはなくて、で C って言うなら一応その11分の4が元コンサルだったんだけど、みんななんか専門コンサルだったの。で俺はもともとその IT コンサルでERP ソフトウェアの導入支援してましたみたいな、で他の人も全然また違うこう専門性のあるコンサルをやってて、中東で直接来るかもしくはMBA を通して来るかってパターンがあったから、まあなんかそういう傾向はある。まあそれもしかして好きだから違うコンサル目指したいっていうのと、コンサルだから多分就職に有利っていうたまたまそういう属性の人が多かったっていうタイプの話だと思うの。なるほどね。それ以外行くともうなんか官僚系とかの人もいたし、メーカー系の人もいたし、テック系の人もいたし、すごい割とバラバラで、前職これの人がやっぱコンサル多いですねみたいな傾向って全然なくて、だから今からコンサルまだ MBB 興味ありますみたいな人がいれば結構これなんかいいニュースだと個人的に思ってて、割と前職何でも入ろうと思えば入れます。今のアジアヘッドの人ももともと電車の車掌さんだからね。そういえばそうだね。すごいよね。そういう人もいるぐらいだから、もうマジやる気と気合と地頭があればいけるっていうのが、これね数字見てみて思ったすごい面白いファインディングだったね。まああとソフトスキル大事だよね。ソフト的大事。あと BCG シカゴの同期のアラムナイ見てみたら半分ぐらいが MBA を1回行ってて、まあ俺含めてなんだけど、みんなまあハーバード、スタンフォード、ウォートンみたいな感じの、あとブースに進学してて、まあみんなそもそも学部がねみんないいから、その自分の学部以下のスクールには行きたくないっていう主義の人が多くて、まあでも半分ぐらいは行ってます。それは結構一般的な話。ジャパンは全然違くてですね、まあ少なくとも俺の同期に関しては新卒のアップルとアップルでいくと新卒11人のうち行ったの1人。1人？そう。マジで10%以下よ。MBA ただなのに1人しか行かないの？そう1人だけ。これはね、まあ、1個の理由はその11分の半分ぐらいがドメ人材なので、多分そもそも英語を使って大学に行きたいっていう気持ちが別にない人も一定数いるっていう。ただでもで、あとそのさっきの BCG のさ 30%、40% が残ってるって話があったじゃん。スペインってその3しか残ってない。でその残ってる人たちも MBA 行ってないのね。そうなんだ。なんでしかもまあみんな辞めてるじゃん、その人たち。一回 MBA 行っちゃうとその後帰ってきて、まあ、MBA 期間分は在籍しなきゃいけないじゃん。で短いとこだったら1年、普通だったらアメリカだったら2年ってなって、で俺も同期とかそういう話よくしてたんだけど、ここにあと2年いたくなくねってなってる人がすごい多くて。そもそもやっぱステイするこのコミットメントとか、その長さの違いっていうのがあるのかもしれなくて、でそれによって MBA 行くと要は在籍期間長くなっちゃうと。でそれは嫌だなって言って避けてる人も結構一定数いる。なるほどね。いやでも俺も今ちょっと思ったのが、残ってる人の中でほとんど1回 MBA 行ってる人で、またそのグリーンカード待ちの人たちが多かった。まあ、同じでね、そのビザを得る期間の長くできる作戦としてある、ね、そうステム OPT が3年だから、そのなんかそう3年がちょっと切れちゃうタイミングで MBA 行ってまたその OPT リセットするみたいな感じで戻ってきたような、まあ、仮説ではありますけど、多分合ってると思う。ただこれ東京オフィスのエグジット先でどこに転職したかじゃないんだけど、どこに住んでるかの話がちょっとまた面白くて、海外に住んでる人が意外と一定数いて。そうなの？そう3、4人今もう外にいて、US の人とかオーストラリアの人とか、1人は今ちょっと帰ってきてるか分かんないけどアフリカに行ってるやつもいて、22分の4、2割ぐらい、2割ぐらいがそのもう日本国外に定住してるって人がいて、
面白いなと思って。9月採用だからそうなの？そうそう、9月採用っていうのがあって、9月採用と4月採用がメインだとあって、で9月採用はその海外大のサイクルと合ってるから、俺らの場合22分の半分ぐらいかながその海外大卒だから、もともとそのインターナショナルなその人たちが多いっていうのはもちろんあるんだけど、海外に住んでる人が割といる。で俺も実際今日本東京も7年ぐらい住んでるけど、次俺ポルトガルとか住んでサーフィンのする生活をしてたいからそのうち俺ももう一回このサーベイを3年後ぐらいに取ったらポルトガル1位っていうのをちょっと俺は追加したいと思ってる。俺は逆に同期の9割ぐらいがアメリカに残ってる。俺だけなんか日本にいるなぜかレアキャラだ逆に面白いよね。みんな本当いろんな職業いろんな場所に住んでバラバラになって、なんかしかもねやっぱこれすごい結構バラバラなんだよねっていうのが面白くて、そのナンバーワンナンバーツーみたいな話したけど、ワイルドカードみたいなさポジションに今ついてる人もいるじゃん。俺とか国際機関行った人とかもいるし、途中で一回なんか全然関係ないなんか心理学の大学院入って、また仕事進んだ違うとこ行ったみたいな人もいるし、キャリアパス結構ダイバースなんだなっていうのを今回調査しててすごい思った。いや本当だよな。俺もこの動画作ってよかったな思ったのが久しぶりにみんな何やってるのか見れる機会になっていや本当に普段行くなんかこういうエグジットパスが多いですし、そういう問題じゃなくて、フィットネスコーチになってますみたいな人もいたり、プロアスリートのパーソナルトレーナーみたいになってる人もいて、いつの間に医者になってる人もいたりしてそう医者からコンサルは聞くけどコンサルから医者あんま聞かないじゃん。聞かないね。そう、気づいたら医者になってた。俺も同期じゃないけど2人いるよ。マジで1人は辞めてからメッドスクールに入り直したやつ。すげえな。その勉強意欲すげえなと思うんだけどそういう人もいる。なんかさらにまだ面白かったのが、俺の場合全部の今6年後のスナップショットだけじゃなくて、その間にどこ行ったかも全部調べたのね。そしたらもう何回か転職してる人が多いのよ。そう考えるとやっぱそのコンサルだとどこ行きますかって統計的になんかよく世の中で言われてる話って、1社目の話なんだけど、その1社目はもうネクストキャリアに移ってることが前提のことがほとんどだから、全然また可能性がさらに全然広がってるし、今6年のタイミングでやったけど、これまだ10年のタイミングでやったらだいぶこの数時間違ってくると思うのよ。戻ってきてるかもしれないしメインにはあんまいなさそうだな俺の同期は持ってる人でもいるかもねでやっぱそれがすごい面白いなと思って、結局どのオフィスに行っても自分のやりたいことに最終的にたどり着くように努力して、その最初のエグジットも決めるし、その後のキャリアパスまた全然変える人もいるし、それが今回実際リサーチしてみて、一人一人の顔を覚えながら、確かにこいつこういうキャリア歩んでて楽しそうだなとか、なんかこいつちょっと未だに不幸せそうで話をしてるなとか、すごいね顔を思い浮かべながらやっててすごい面白かった。あと俺思ったのは、意外とコンサルと全く関係ないエグジットしてる人多いと思って、なんか学部の専攻とは合ってるけど、なんか何やりたいか分かんなかったからとりあえずコンサル行ったけど、もう本当にエグジットはコンサルと全くもう1も関係なかったエグジットもあって、やっぱ人それぞれ結局自分がやりたい仕事ってうまく探してやってるなと思った。というわけでですね、今回史上初の試みということで実際の同期を分析してみたというところで全部リンクディンの情報なんで皆さんもやろうと思えばできるんですけど、ちょっと今回やってみてちょっとでも参考になったら幸いです。もっとこういうコンサルのエグジットについて詳しく知りたい人は、我々が実際に事業継承したやつとかビッグ4に転職して山小屋で働いてる人のインタビューとかもしてみたんで、興味ある人はぜひそれも見てみてください。また登録もお願いします。じゃあまた。